どうこの世界がいいんじゃないでしょうか。ゲームの回ですよ。いよいよ遊んでみたいと思います。イエターンみたいな。死なんだ。まだ死なぬ。サンチャゴというボードゲームハウスがありますので、今日はそこにお邪魔したいと思います。野地くん。はーい。ボードゲームハウスさんちゃの店長の野地です。世界中で楽しまれてるボードゲームっていうものを集めて、みんなで集まって遊んでもらえるお店です。強いです。ディストリーします。お互い配置が決まったということで、ここから、移動フェーズ、そして攻撃フェーズと、お互いね、自分が3回ずつ繰り返してポイントが高い方が勝ちと。前回の動画にてゲームのルールで分かりにくい部分があったというご指摘がありましたので補足させていただきます。この中にあるお互いに29ポイントずつ所持とありますが、この29ポイントとはどこから来たものなのか説明させていただきます。前回の動画のキャラクター紹介の時に出たステータス部分のここ、右上にあるこのポイントがキャラクターが持つポイントとなります。29ポイントとは各チームのキャラクターが持つポイントの合計というわけです。ポイントの高さというのは単純にそのキャラクターの強さを表します。ここで見比べてみますと、地球のチームの東部とサンチャゴチームのダボンでは2倍の差があります。これは単純に東部の方がダボンより2倍強いと思ってもらっていいです。なので今回、地球道チームとサンチャゴチームの人数が違うというのは、サンチャゴチームより地球道チームの方が勢揃いの強者だらけということ。サンチャゴチームはキャラクターの弱さを数の多さでカバーしているという形になります。勢が勝つか、数が勝つか、一体どちらが勝つんでしょうか。それでは続きをどうぞ。はい、それじゃあね、配置も決まったんで、いよいよ移動フェーズというところからですよね。いや、違いますよ。先生フェーズです。ああ、そうか、先生フェーズだ。もう動きたいよ、早く見たいよ。どっちの陣営から動くかっていうのをまたダイスで決めます。じゃあラウンドのざっと流れを言うと、まず1ラウンド目スタートした時に先制フェーズで、そのラウンドにどっちが先に行動を取るかっていうのを決めます。なんで2ラウンド目はまた先制フェーズからで、その後に移動フェーズ、射撃フェーズ、白兵フェーズみたいな感じでフェーズがどんどん進んでいく。はい、ではじゃあダイス振ってみましょう。さっきはね、期待値届かず惜敗したダイスロールをこうやった8です。なるほど、これ結構大ピンチな目ですね。じゃあここへ行きますよ。何本ですか？4と5です。ああ、つけましたよ。ダイスで負けるな。じゃあ先生は南條さんチームです。これはもう3人1体ずつ動かして終わりってことですね。南條さんが移動フェーズっていうものを全て終了してから僕の移動フェーズがやってきます。はい、じゃあですね、実は動かしたい子1人だけなんですよ。リーダーだけなんですよ。ああ、なるほど。はい、でこれはもうここにもう打つ準備しますよっていう時にはこういう感じで打ちますよマークつけておけばいいですね。はい、今置いた打ちますよマークなんですけど、移動せずに射撃準備っていう姿勢を取ることで射撃フェーズ、次ですね、移動が全て終わった後の射撃フェーズでより優先的に動けるようになります。例えば南條さんが先制なので、南條さんから射撃フェーズもスタートするんですけど、僕の側にしか射撃準備してる駒がいなかった場合は、これ射撃準備してる僕の駒からの射撃になりますね。ただ南條さんが先制で射撃準備をしたということは、僕が同じ射撃準備を取ったとしても射撃準備を先にした南條さんから優先的に打てる。これはね、困りましたね。なんだったら先にやっちゃろうと思っとったの。そうなんですよ。重装備のね、これ誰君だったっけ？これね、ジャコビー・アイ・ヒーベン。ヒーベンさんね、ヒーベンさんがね、これ見えてるんですよね。ヒーベンさん見えてますよね。ただですよ、これはね、うちにとっても好都合というか、ジャオ系ですね、これ。なんて言ったってヒーベンです。なんて言ったってヒーベン。了解です。じゃあ次ですね、グリフォン君いきたいと思います。グリフォン君も、ここから丸見えなんですね。そうなんですよね。これ、さっきちょっとちらっと覗いてみたら、ヒーベンさん見られてるんですよね。これヒーベンさん、ちょっとこの位置取りね、ミスりましたね。2人から狙われてる。そうです。はい、じゃあ2人射撃準備をして、で最後リーダー。はい、ドルクス君、これはね、射撃距離が短いので移動します。移動力は6です。はい、ステータスにね、移動距離も6とかちゃんと書いてくれてるんで、このステータス表いいですよね。これ見やすいですね。一応移動には
全力移動って言って追加で距離を移動することも可能です。ははははは。ただし、全力移動をする際には全力移動しますっていう宣言をしてからになります。危ない危ない。どうしますか？じゃあ全力移動してみましょう。全力移動を宣言した場合は、まずダイスを1つ振ります。はいはいはい。で元々の移動力に出た目の数だけ移動力を足して移動してください。サイコロの出目分プラスで移動できるのですが、この後にやってくる射撃のフェーズではアサルトっていう特性を持っていない限りは撃てません。なるほど。アサルト武器を持っていれば全力移動の後にも射撃が可能です。このドロックスさんですね、ピストルと剣しか持ってないんですということはもう息切れして、息切れを起こすってことですね。いや、いいですね。これあれですか、全力移動の途中ボケたりとかないですか？ああ、ボケたりとかですか。はい。これはどうだった？本当にじゃあ土井さんのアドバイス通り僕は全力移動を宣言します。はい、じゃあダイスを振ってください。了解です。はい、それじゃあいきます。全力移動5が出ましたよ、マジ君。5ですか？これ今日ちょっとやれる日なんじゃない？足して11歩11歩ね。11歩までの移動ができますね。さぜ僕はこの壁ギリギリまで行きたいんですよ。ああ、なるほど、直線移動に限らずに曲がったりとかできます。あ、カックンみたいな動きができるってことですね。なんで、じゃあ6移動した後に5こう動こうかなみたいなのは全然大丈夫です。その動きかっこいいね。じゃあそうしよう。僕はこの柱の後ろあたりに隠れたいので、そういう移動をしたいと思います。だから11以内だったら好きに動いていいってことですよね。そうですね。ちなみに11伸ばしてどんくらいですか？こんぐらいです。おお、ね。というわけでもうなんかいいんじゃないですか。道路まで出てきてもらっても撃たれる撃たれる撃たれる危ないな、これちょっともう心理戦始まってるよこれ。いや、僕はこの柱に、ね、逃げたいと思うんですよ。あれおかしいなピストルと剣だけど、いや男らしい生き様だったはずに。そうそうそう、意外とチキンって。はい、じゃあ、一応全力移動したことが分かるようにマーカーを置いておきます。はいはい。で、これで僕の移動フェーズは終了と。はい、じゃあ次は僕ですね。はい、じゃあ僕はですね、まず、今一番危ない男、ヒーベン、ジャコビアイ・ヒーベンさんですね。おー、ヒーベンさん。でかい武器持ってるやつなんですけど、2人狙われております。これがですね、本当こいつの武器の特性のヘビーっていうのが結構難しそうな武器なんですけど、さっきも言ったように動くとちょっとマイナス修正がかかってしまう。なのでこいつは、はい、射撃準備を、ああ、そうきますね。射やっぱりね、撃準備をしときます。で、次はサイモンさん。サイモンさん、ちょっと全力移動をしてみようと思います。サイモンさんはなんとアサルト武器持ってますね。あ、さっき言ったように全力移動の後撃てるもの。それはまずい。まあ驚異的にも 12MV 射程があるので、そこそこに近づければいいんじゃなかろうかっていきます。せいや名前出ました。1です。サイモンさん。サイモンさん、これどうしようかな。サイモンさん、サイモンさん、ちょっと一瞬つまずいちゃった。調子狂うな。サイモンさんの動きがですね 6MV なのでプラス 1MV。 かわいい。いやー、コマ1個分ね。コマ1個分ですね。だいたいこの台座が 1MV なので、じゃあサイモンさん、初めの第一歩 1MV 動きました。ひょっこりしたね。ひょっこサイモンさんで 6MV なんですが、この柱の影ぐらいに入ればあの人の射程からは本当だ。逃れれるのではなかろうかという淡い期待を込めまして、いや、これ本当隠れますよ。いい感じ、いい感じ。サイモンさん6移動させます。はいはい。あやあ、いやサイモンさん大胆あいさすがサイモンさん、サイモン大胆にも大通りでやっちゃってる感すごいけど、いいですよ。意気込んだはいいものの、やっぱりこの多分初陣なんでしょうね、これが。サイモン出過ぎだと自重せよ。なんかあれがね、自重せよ。自重せよ。はい、じゃあサイモンさんの移動が終わったので、次はレゼックさん。お、レゼックさん。そう、ベロ出してる人ですね。ああ、こいつ近づかれたくないんですよね。この人ですね、こう通ってもこっちの裏口の方から回り込んでやろうかとちょっと思ってます。そうですね、サイモン君みたいに、新
新米ではないんですね、連絡さん系の有利を考えてるんだね。なるほどね。そうなるほどね。ちゃんと作戦をね。俺が行きますって言って最後は走っていったんだけど、あバカ野郎主人公気質ね。そうそうだからサイモン出過ぎるんだよね。少佐だって戦いの中でみたいなことを言いながらなるほどね。待てジーンみたいなジーンさんこんなのいたっけ？我慢できなかった我慢できなかった。ものじくったら。そうですね。はい、じゃあこの人も今から全力移動を行おうかと思います。全力移動。お4。これは足して10個移動できますね。これはまずいんじゃないですか。10個というか 10MV というか、まあ物陰に入るぐらいはいけそうですね。サイモンが勇敢にも出ていくところで、よし、じゃあ 10MV 移動します。大体これ距離にするとあれですよね。地球道と3着ぐらいの距離。まあそうですね。うちと南條さんの地球堂さんとじゃあ 10MV ぐらい。10MV 離れてる。大体これぐらいの距離感だなっていうのを皆さん分かってもらえればね、親近感湧くのかな。適当なこと言いましたよ。えらい適当なこと言いましたけども、色も老けに老けて夜が更けるとこうなるのか。ああ、サイモンのバカと言いながら、この人はでもね、やっぱりこう裏からカバーに入りましたね。顔とは裏腹な行動するなこいつ。いやもうこうなったら俺がやるしかないと。そうで、実はですね、もうあの人ドロックス君が気づいてないドロッです。クス君はね、やっぱりもう物陰に隠れちゃってますからね、うち。じゃあ次は新米サイモンをカバーするためにダボンカイザーさん、このダボンカイザーさんかっこいいな。ダボンカイザーさんもね、この人温厚で有名なんですけれども、さすがにサイモンの飛び出しようにはちょっと怒りましたね。いいね。いや、やっぱね、これミニチュアゲームのいいところだよね。なんかね、一人一人のね、背景がすごい。まあね、まず初手の一度にもリーダーを持ってのスギ花粉の下にこう自分が入る。歯食いしばっての行動こですね。れはもうそんなアレルギーなんて関係ないよ。でやっぱりいいな。ダボンカイザーさんはちょっともうちょっとね、これはもうチームを二手に分けて、この3人でちょっとこう叩こうと。ああ、なるほど。うちはで頭部狙いのもう片側では裏からもう一編成で動くか。で普通のウォーハンマーってこんなにチームバラバラで動けないんですよね。ああ、これキルチームのいいところですよね。そうですね。キルチームはもうフィギュア一体一体がもう個別に移動できるのが。そうか、それに感情を乗せてますから。そうですね。うん、バッキャローサイモン。ダボンカイザーさん、これもね、全力に。特訓の呆れ顔にしてあげたらみんなに。はい、じゃあ。いいじゃん。社空的なものですね。はい、じゃあ全力移動。ああ、いいですね。やっぱり気持ちが乗りましたね。やっぱ歯食いしばって走るからね、ここいつね。 11MV。この11の動き方大事ですよ。そうですね。距離的にはだいたいまあ木がありますけど、こっからここぐらいまではガッと寄れますね。なるほど。なんだったらサイモンより前にこう最後出過ぎだぞって言いながら自分のことを追い抜くという。俺が先にいいな。ではまあざっくりと影から1、ざっくり1移動した後の10。そうですね、10移動するとだいたいここぐらいまで。やばい、近くない？これはまずい。ここか。これはちょっときすぎじゃないです？いや、これはね、もう部下を思う上司の気持ちですね。あー、確かに確かに。これ中間管理職ですからね。そうですね、先走ったサイモンよりも先走る。どこまでも。はい、じゃあ最後にうちのリーダーですね、ヨーリック・サボーラさん。挟み撃ち、ちょっと挟み撃ち目指します。挟み撃ち。まあ、僕の作戦で言うと、この人がまず狙撃をこう後ろからこう撃ってみよう。で、あっちにこう注意がそがれたところをこう行こうかな、こっちから。まあ、なんで建物の影に隠れるように、できればここあたりまで行きたいですね。できれば。ただちょっと一番初期の陣地をこれは、だから間違えた。リーダーですからね。だいぶチキンなことしてしまったので、じゃあこの人も全力移動。おお、いいですね。やった。
6です。いやーすごい。いやこれはやっぱり頼れるなリーダー。サイモンの穴を埋めようとみんな一生懸命走ってバッキャローって言いながらもやっぱりリーダーで、まださすがリーダー、もうバッチリだ。うわすごい、作戦通り。これ作戦通りですね。これすごい。自分でもビビるぐらいいい作戦が取れたんじゃなかろうかと。この影までねちょっといっちゃろうかな。バカなサイン。はい、大体うちのチームは、1人射撃準備をした後のあとは全力移動でこれ近づきました。やっぱもうキャラの特徴がお互い出てますよね。なんかこっちは狙撃準備でね、なんとなく能力のメーター見ただけじゃ分からなかったですけど、いざ動かしてみるとなるほどねっていう感じになりますね。やっぱなんか特徴が生きてて、もう人数と機動力で制圧を測る。囲まれる恐怖感は確かにある。今ね、東部君ちょっとだいぶ冷や汗かいてます。本当ですか。でもうちはね、もうサイモンが先走ってサイモン後にしてやろう。これとりあえず出過ぎたやつ倒してやろう。これはちょっとサイモンをかばう形でダボンカイザーさんがやられそうでちょっと恐ろしいんですけど、まあうちはちょっとね、いい感じじゃない出過ぎたサイモンに出過ぎたダボンカイザーさんの運命やいかにですね。たった1回の移動フェーズでだいぶ盛り上がり見せたような気がしますけど、そうですね、これはどうしよう。じゃあこのまま次は移動フェーズじゃなくて終了なので、射撃フェーズに行きたいと思います。はい。